皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、平板状単体の最高内に固定化した構素による触媒反応の数式モデルについて議論しています。前の動画第5章 5-8 で一次反応において単体内に生じる基質濃度分布の式を導出しています。今回は本式を使って一次反応に対する触媒有効係数、以下では簡単に有効係数と呼びますが、この式を導きます。まずは多構成の平板状単体の最高内で起こる構素反応が一次であるときの基質濃度分布の式を示すことにします。0次反応の場合と異なり、一次反応における境界条件は一つです。これに基づき導かれる無次元基質濃度分布の式は1式となります。ここで Ci は単体表面における無次元基質濃度であり、2式で与えられます。これらの式の詳細については、前の動画第5章 5-8 を視聴してください。本動画で与える式中の変数とパラメータをまとめましたので参考にしてください。それでは一次反応に対する有効係数について説明します。最高内固定化経緯では反応が単体内の空間で起こります。そして反応速度は通常基質濃度の関数であり、場所ごとに異なります。このことを考慮した平板状単体における有効係数の式は3式と4式で与えられます。3式は単体内での反応速度に着目した式です。また4式は単体表面を単位時間に通過する基質の量に着目した式です。有効係数 EF は実際の反応速度と仮想的な反応速度の比です。これは5式で表されます。有効係数の値が得られたら、実際の反応速度は6式で計算できます。本動画では一次反応を考えているので、6式は7式となります。濃度分布式を適用するため、有効係数の式を無次元化しましょう。単体表面における流速を使った方が簡単に式を導くことができるので、ここでは3式ではなく4式を用います。これにより8式を得ます。8式による EF の計算では、無次元基質濃度の微分値が必要です。そこで1式を X で微分します。これにより9式を得ます。9式を8式へ適用すると10式を得ます。本式中の Ci に2式を適用して整理すると、最終的に11式を得ます。
以上をまとめると、平板状単体内での酵素による一次反応の有効係数 E1 は11式となります。また、強膜拡散抵抗が無視できるとき、すなわち微陽数 BI が無限大のとき、E1 は12式となります。それでは導いた式を用いて一次反応に対する有効係数の特徴を調べましょう。ここに示す図は BI をパラメータとするときの E1 とモジュラス φ の関係を示したものです。また参考のため、平板状単体内での一次反応に対する無次元基質濃度分布を右の図に示します。0次反応と異なり、1次反応では基質濃度は単体の中心と表面の間で決して0になりません。これはあくまで理論上の話です。実際の経緯では基質分子が単体中心まで到達することができず、途中で0になるのかもしれません。両方の図を比較しながら考えると、私が述べることが理解しやすくなると思います。同じ φ で比較すると、E1 は BI が小さいほど小さくなります。また、同じ BI で比較すると E1 は φ が大きいほど小さくなります。これらは次のように説明することができます。まず BI が小さい場合、強膜拡散抵抗が大きいため、単体表面における基質濃度が小さくなります。これにより基質は単体表面により近い場所で0近傍まで低下します。次に φ が大きい場合、細胞内拡散抵抗が大きいため、基質が単体の奥へ移動しにくくなります。これにより基質は単体表面により近い場所で0近傍まで低下します。有効係数は酵素が有効に利用される程度を表す指標です。このことを考えるならば、φ が大きいほど、また BI が小さいほど、単体中心近傍の酵素は有効に使われないことがわかります。2024年のお話はこの動画で終わりとなります。来年はもっと実用的事例を含めようと思います。巷ではインフルエンザや新型コロナウイルスが蔓延しています。これらに感染されないように、また風邪などひかれないようにご注意ください。必ずマスクをし、人混みを避けるようにしてください。今日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。